はい、サソリ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は7月18日の新月から8月2日満月までの2週間をタロットで見てみたいと思います。まずちょっと星の動きで押さえておきたいポイントがありまして、それが7月18日が新月なんですが、この新月蟹座で起こるということで、蟹座で起こる新月っていうのはより一層自分の感情がそのまま形になりやすいというか、エモーショナルになりやすいというのもあるんですが、思っていることがすごくシンプルに表現されやすい時なので、7月18日からさそり座の皆さんは意識が解放していくという流れになっていくんだと思っておいてください。そして7月23日から社会運がアップしてきます。もう一つ7月23日からすでにねこう社会が楽しいなとか明るいなとか社交性出てきたなっていうその運の中でも金星というね社交性とかお金とか愛情を司る星が逆行するんですね。これは7月23日から9月4日までなんですけども、ちょっと長いんですが、その間その社会運を照らしながら勘違いが起きやすいっていうことがありますので、逆行するって本当にこう後ろに進んでるわけではないんですが、地球から見たらそのように感じる誤解が起きやすいということで、その仕事とかお金とかやり取りとか社交性とかにおいても誤解が起きやすいので確認をしましょうという時期になります。それを踏まえた上でちょっとタロットも見させてください。よろしくお願いします。特にお仕事に関してはどれだけやったらこれだけの収入が入るっていう、見通しがちょっと立ちにくかったり予算外だったりっていうことが起きやすいんじゃないかなと思います。ですので事前にねそれに対する対処法も考えておけば特に問題はありませんのでね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。はい、ソードキング逆ですね。ソードナイト逆、吊るし人逆、です。ワンド10の逆、そしてペンタクルス2の逆と、エンペラーの逆、そしてワンド6逆ということで結構逆が多いですね。対策や気をつけることは節制、そしてソードクイーン、オラクルテーマはペンタクルスの7ですね。なるほど。ちょっと感じたことをお話していただくと、実際に今社会運が悪い時ではないですし、意識もだんだん解放してくる時なんですが、思考も結構仕事のことを考えやすいんですね。これからの社会どうしていこうかとか、これから自分が生きる世界はどうなるのかなとか、今の友達はこうだけどこれからも続くのかなとか、いろんなことを悪くないけど考えやすいっていうところがありまして、それに対して事前に対策を練っておくとか、そうならないように気をつけておこうみたいな、そういったエネルギーがちょっと強いのかなっていう感じがしました。っていうのはやっぱり入り口がソードのキングの逆で、ミスしないように事前にやりすぎることでちょっときつくなりすぎたりとか、疑い深くなりすぎたりとかしますよね。なんかほわーんとした感じじゃなくなりますよね。そんな感じでいろんな出来事に対して予防線を張りすぎている傾向にあるのかなっていう感じがあります。で実際トータル的にはエネルギーって悪くないんですよって、特にその問題もお金の問題も特になさそうだし、何かを失うっていうわけでもないし、なんとなく気持ち的にすっきりしないとか、何かが不満みたいな、何が不満かわからないけど何かが不満みたいな、なんかそんな感覚なのかなと思いました。そしてなぜそうなってるのかっていうと、ちょっと今日までの流れっていうのがやっぱりちょっと体にも精神にも負担になるような何かがあったのかなと思います。例えば10の出来事をきっちり時間をかけて10できたらよかったになるんですけど、20の出来事を5の時間でやれって言われるとできないじゃないですか、誰だってね。なんかそれをもっとやりたいのにできないとか、何かが足かせになって動けない、思うように動けない、でも頭だけはすごく回ってるみたいな、そんな感じがあり、体への負担っていうのもちょっとあったのかなっていう感じがしますね。それは少しさそり座の皆さんの運勢もありますが、時期的にやっぱり梅雨が明けるまではジメジメしたりとか、ちょっと暑さもひどくなったりとかで体はねどうしても影響しますから、そういうのもあったのかなっていう感じがしますね。
はい、喜びもなかったわけじゃないけれど、喜びをもう 100% 感じる余裕がなかったって感じですかね。うん、でもコツコツ努力してやってきましたよみたいなメッセージが出てますね。ちょっとこれからの流れなんですが、ちょっと見てみますね。まあとにかくいい区切りですから、その7月18日の新月っていうのはね、そこからちょっと無理するのやめようとか、まあ実際流れも変わりますし、まあ、ただ23日以降の方が流れ変わったなっていうのは感じるかもしれませんが、そこからやはり落ち着いてしっかり堅実に一つずつこなしていこうみたいな、そんな感じがあります。すごく落ち着いてていいですね。そしてまあいろんなねこうささやかな小さな喜びもあるのかなっていう感じがします。まあ、ペンタクスの2っていうのはもういろんな出来事がジャグリングのように押し寄せてくるというか、出来事があるよってことなんで、もしかしたらこの2週間の中で普段は会うことのなかったちょっとねこう遠方の友達と連絡取って会ったりとか、普段の生活にはないものがこう入ってきて、それによって気分が上がるとか、まあ、それによってちょっと出費はあったけど楽しかったなとか、まあ、そんなことがあるのかなと思います。で補佐で引いたカードもカップのページということで、何かこう喜びが出てくる、湧いてきそうな感じでも、それはまだ確信じゃないっていう形で、嬉しいけどめちゃくちゃ嬉しかったっていう感じじゃないっていうだけですね。そしてその後エンペラーということで、すごくこう力強い鳳凰も出てますので、なんだろうな、こう自分の中に流れている信念とか哲学とか情熱っていうものを基準に、ここから決めていきますっていう感じが出てます。まあ実際なんていうかな、運勢的にすごく仕事がいい時とか社会運がいい時と、それが精神的なすごい喜びと比例してるかって別に比例してないですよね。仕事が忙しすぎてもギスギスして胃が痛いみたいな時もあれば、すごくうまくいってハッピーな時もありますから、まあ、仕事運と自分のその、精神的状態って別に必ずしも一致しないんですけれど、この7月18日特に23日以降8月前半の仕事運っていうのはなんとなくそんな感じなんです。仕事運はいい、社会運もいい、決して人間関係も悪くないんだけど、感情的になのか状況的になのか、嬉しいこともある、なんかイレギュラーな喜びもある、でもそれを感じきるなんかちょっと心の余裕がないみたいな感じだけど、だからといって何かを失ってるわけでもなく、やっぱりサソリ座の皆さんの中にはそういう状況の中でも、ああやっぱり私はこうやっていきたいとか、やっぱりこれが大事だと思うみたいなね、こう人としてそれが一番大事だと思うとか、仕事でもやっぱり売り上げだけじゃなくてこれが大事みたいな、なんかそういうこう自分の中の柱となる信念みたいなものがまた出てくるのかなって感じがします。でもそれを勝負にじゃあ戦うかっていうと、そこまでの何か戦っていくとか切り開いていくみたいな、そこまでの嵐はないんです別にね、普通にやっていける、自分の中でそうだなって思ってる、温めてるっていう感じです。はい、そしてその後がワンドの6なので、もしかしたらその少し前にこれから先の話ですけど、自分の中に湧いてきたその情熱とか、やっぱりこうだよねっていうその思いに対して周りがね、そうだよねそうだよねってすごい応援してくれたら、やっぱりそうよねってなんか盛り上がってくるんですけど、周りは比較的無反応っていう感じがありまして、みんなそれぞれ自分のことやってるだけっていう感じがあり、なんかこう要するに盛り上がるんだけど、その突き抜けずにそのまま平行でいくっていう感じです。でも別にそれがね悪いわけじゃないですし、そして対策としては節制っていうものがあるので、やっぱりなんとなくこの時期その意識的には今までのこのテリトリーの中にいるだけではなく、いろんな情報だったりとか可能性だったりっていうのは、開いてますし、意識も上がっている。でそれによって自分のなんか仕事とか社会に対しての目線も上がる感じです。でもガツガツしてないんですよなんでガツガツしてないかっていうと、ちょっとこれまでガツガツしすぎて疲れたのかなとか、ちょっとあんまり肩の力抜いていこうっていう感じがありますね。はい、そしてオラクルがペンタクルスの7なので、まあ現実はこんな感じかなっていう感じで進んでいく感じですね。まあちょっとなんか珍しい感じのリーディングですね今回。はい、今出てきたのが
死神の逆とワンドのナイトということで、やっぱり何か一つこの8月をもって自分の中で区切りをつけることがあるのかもしれませんね。気持ち的になのか、働き方なのか、体調なのか、何かでこう今までのやり方や進んでいき方、方向性を少し変えていくのかなっていう感じが出てますね。ちょっと他のカードでも見てみます。はい、これはソードのナイトですね。おー、なるほどね。人ってドラマが好きですよね。テレビドラマに限らずですけど、誰々がどうしたとかああしたとかっていう浮き沈みのあるドラマティックな物語が好きですよね。でちょっと今回この2週間に関してはさそり座の皆さん、運勢がいい割に気持ち的なドラマが少ないって感じでしょうか。本当に何が問題でもないし、何がトラブルが起こるわけでもないんだけれども、で喜びも実際たくさんあるけど冷静だしっていう感じですかね。なんか不思議なリーディングでしたね。すいません、こんな感じでちょっと置いときます。もし何かちょっと何言ってるのか全然わかりませんでしたっていうのがあればコメントで教えてください。ちょっとはい、頑張って腕を磨きます。はい、ということでありがとうございました。また次回は8月の上旬に動画をアップしたいと思います。ということで、いい時間をお過ごしください。失礼します。